プロフィール。エージェントナンバー18、コードネームチェンバー、本名、ヴィンセント・ファブロン、分類、人間。フランス・ボルドーで生を受けた彼は、フランス軍への志願で精密射撃の技を磨き、民間軍事会社の射撃手として研ぎ澄まされた感覚を手に入れた後、キングダム・ディフェンス社で最新兵器の設計に携わるという異色のキャリアを経て、バロラントプロトコルに抜擢された。その性格は洗練された気取らない態度と揺るがない落ち着きを両立し、自らが定めた高い基準を仲間にも厳格に求める。勝利への執念は自己満足的なユーモアに彩られ、軽妙な言葉一つが緊張感をほどき、チームに冷静な集中力をもたらす。表面には紳士の風情を漂わせつつも、胸中には数多くの秘密を秘め、必要とあらばどんな犠牲も辞さない覚悟を隠し持っている。外見は端正そのもの。コームオーバーヘアに太い長方形フレームのメガネをかけ、カラフルなネクタイをまとい、ボタンホールには弾丸が3発そっと収められている。そして顔の左半分から首元、腕へと続く金ナノテク基板風タトゥーは、ツールドフォース発動時に分離してライフルを組み立てる仕掛けを秘め、ランデブーのアンカー付近ではネクタイを除くスーツ全体が金色に輝くという演出を併せ持つ。経歴。ヴィンセント・ファブロンはフランス南西部ボルドーで生まれ育った。彼はただ一つの目的を追い求め、その達成のためにはいかなる障害も厭わぬ覚悟を胸に歩んできた人物である。彼には武器工学で名高いサンティティエンヌとの縁と、未だ謎に包まれた組織カルバリンとの関係があったとされる。やがてフランス軍に入隊すると PMC の狙撃手として卓越した精密射撃によって名を馳せた。さらにヴィンセントは軍事技術の最前線を担うキングダムディフェンス社へ設計者としてスカウトされる。ファーストライトから約9年後、カリブ海のハイコンテナ船に残されたテレポーターの調査にも携わり、その施設で独自の技術を実験すると同時にオメガ側の自分とも接触し取引を重ねていた。やがて彼はニューメキシコ州サンタフェ郡のエバレットリンド研究所に潜入を図る。エバレットリンド研究所は公には明かされない極秘研究施設である。ここでは LRC の開発を通じてレディアナイト粒子の性質やその応用技術を高度に研究することを目的としていた。また本施設はアルファアースのキングダムコーポレーションとオメガアースのキングダムインダストリーズが共同で運営する数少ない協力プロジェクトの場でもあった。両世界の科学者たちが互いに区域を分割して研究にあたり、超高質エネルギーの制御技術や次世代テレポーター運用の基盤設計を追求した点が大きな特徴である。このようにエバレットリンド研究所はレディアナイトを活用した新技術の実用化、とりわけ次世代転換装置の中核となる LRC の開発を目指す。バロラント世界における最先端研究所の要所として設立された研究機関であった。ヴィンセントはまず研究員であるオーラン・マクネフと名刺を交換し、研究所への侵入を試みる。研究所システムへのアクセスを試みたものの失敗に終わり、一度立ち入りを禁止される。それでもヴィンセントは諦めず、主任技師トーマス・ポーの失踪へ関与し、自身のセキュリティクリアランスを回復させて極秘の設計図を入手した。研究所の人々が LRC の完成を祝った日、オメガースの自分自身と協力し、エバレットリンド研究所を攻撃した。その結果生じた爆発により多くの従業員が死亡し、施設は残骸と化した。爆発によって生じた深い亀裂がオメガとアルファの環境が入り混じるデュアルバイオームを発生させた。事件後ファブロンはプロトコル上級エージェントブリムストーンとバイパーに遭遇する。オメガプロジェクトを支援している男と売り込み、多少の抵抗を受けつつも最終的に18番目のエージェントチェンバーとして迎え入れられた。この頃バロラントプロトコルは最先端技術アルファからオメガへのテレポーターの実用化と、それを動かすための安定したエネルギー供給の確保をしていた。加入直後のチェンバーはまずキングダム社から持ち込んだテレポーター設計図をプロトコル標準の図面フォーマットに変換し、関係技術者が一目で理解できるよう整理。この作業により設計段階と運用段階の情報ギャップを埋め、試験運用チームがスムーズに組み立て動作確認を行える基盤を築いたのだ。しかし設計図だけでは動力源の問題は解決していない。テレポーターを稼働させるには非常に高い出力を安定的に供給できるエネルギーが必要であり、既存の防御型発電ユニットは過負荷や不安定動作が頻発していた。そこでチェンバーは自身の情報網を駆使し、レディアント能力の中から高出力エネルギーを使えるものを選定。電気系能力を持つネオンを第19エージェントとして推薦した。彼女のサージプロテクター能力はテレポーターコアの電圧リミッターを一部解除しても安全に高出力を取り出せる可能性を秘めており、ブリムストーンもチェンバーの提案を受け入れ正式に起用を決定した。これによりテレポーターの電力不足は解決、オメガアースへつながる長距離テレポーターが完成したのだ。
戦術面においてもチェンバーは不可欠な存在である。イスタンブールやソウルの緊急展開では仲間と共に作戦を実行し着実な成果を上げている。現在のチェンバーは新しい武器の開発を担当している。そしてその武器がもう実用可能なところまで来ているとブリムストーンのメールで話している。もうじき来るオメガアースの組織アトラスとの戦闘に備え、チェンバー含めバロラントプロトコルは着々と準備を整えているのだ。他エージェントとの関係。ブリムストーンはチェンバーの卓越した技術力と戦略的価値を高く評価し、18番目のエージェントとして採用を主導した。その一方でチェンバーの真や野心を疑い続けており、完全には心を許していない。実際にプロトコル内の会話では、お前は向こう側への鍵なんだ、少なくとも好意を装ってくれればずっと助かると語りかけ、表向きの交友関係を演じるよう要求している。この言葉はチェンバーの能力を必要としつつも、彼が内包する不確定要素を警戒しているブリムストーンの複雑な心情を象徴していると言える。関係の続きを築くには技術以上の駆け引きが必要であるとブリムストーンは暗に示しているのだ。バイパーはチェンバーを心から信用していないが、その並外れた技術力と戦術的価値がプロトコルにとって不可欠であることも重々承知している。あるボイスメールではブリムストーン宛てにチェンバーの動向は常に監視下に置く。しかしプロトコルの利益を損なうような行動に出たら私が対処すると冷酷に告げており、必要悪としての彼を容認しつつも決して野放しにはしない姿勢を示している。一方のチェンバーは複数の場面で軽妙な口調の誘惑を試みている。少しだけあなたと静かな時間を過ごせたらと思っているとデートに誘ったものの、バイパーはそれを即座に一蹴。このように信頼と警戒、敬意と距離感、互いに一筋縄ではいかない関係性が浮かび上がるのである。チェンバーは当初ネオンの潜在能力を最大限に引き出すという点でレイナと目標を共有していた。しかしその動機が完全に一致していたわけではない可能性が高い。実際レイナに向けたある会話の中でチェンバーはネオンをあなたが墜落させるべき感受性の強い若者と評し、レイナの考えに強く同意する姿勢を示している。ところがチェンバー自身が自分の動機には誤りがあったと認め、レイナに対して謝罪の意を表明している。この文面が彼が一度共闘を誓ったものの、内心では自身の目的とレイナの理念との間にズレを感じていたことがうかがえる。さらにチェンバーは何らかの形でレイナの聖域を支援しているものの、レイナ側のチェンバーに対して余計な恩恵を期待したくないとの考えを示している。このやりとりは互いに敬意を払いながらも全面的な信頼ではなく、あくまで必要最低限の協力関係にとどめている複雑な関係性を物語っている。チェンバーはかつてキングダム時代にネオンと同僚として共に任務に携わっていたが、その間に何らかの誤解が生じ、両者の関係には深い溝が生まれていた。プロトコル加入後、チェンバーはブリムストーンに宛てた機密メールの中で、ネオンとの過去には誤解があったと率直に打ち明けている。さらに後日チェンバーは同じくブリムストーンへ送った別のメールで、テレポーターを稼働させるために必要な高出力を確保すべく、ネオンのサージプロテクターから安全装置を一部解除するよう提案したことを謝罪している。しかしその謝罪はネオンに受け入れられず、彼女との間に残るわだかまりは依然として解消されないとチェンバー自身が報告している。このようにかつての同僚としての絆と誤解、そして技術的必要性から生じた提案への謝罪が交差する関係をチェンバーは今も胸中に抱えたまま、プロトコル内でネオンと微妙な距離感を保ちながら協力を続けている。